ちゃんと暮らす女社長子育て eBay プレイヤーの和田彩です。今日の動画は Vlog 形式で eBay で最も多い質問にお答えをしていきます。最近動画を更新していない間にスイスに行ってきたので、その時のことを動画にしました。今までの解説動画とは違いますが、美しいスイスの自然と一緒にリアルな私と eBay での疑問点について知ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。以前から私の動画を見てくださっている方はご存知の方もいるかと思いますが、私はスイスに移住したいと思っています。世界には様々な国があって、移住をするとなるとたくさんの選択肢がありますが、中でもスイスは日本人へのビザの発行が難しく、日本人が移住するのはとても厳しい国と言われています。でも私は絶対に諦めたくなくて、どうしたらスイスに住むことができるのか考えて様々な行動をしてきました。そのうちの一つが外注化のできる eBay 輸出でもあります。スイスに住みたいと思う前から eBay 輸出のストア運営はしていましたが、移住につながるチャンスがあった時に今すぐにでも行けるような準備をしてきました。日本で会社勤めをしていたら、急にそのチャンスがやってきた時に会社を休んで現地に行ったり、すぐに会社を辞めて移住するというのはなかなか難しいかと思います。やりたいことができた時にスピード感を持った行動ができるのは、外注化のできる在宅ワークの自営業者ならではの魅力ですよね。私はこの選択をして行動してきて、間違っていなかったなと改めて実感した出来事でした。もし私のように何か叶えたい目標があるとか、こんな暮らしをしたいなどある方は、チャンネル登録をしていただき、他の動画を見ていただけましたら幸いです。それでは、スイスでの話も途中挟みながら、eBay 輸出で最も多い質問にお答えをしていきます。まず一つ目。他のビジネスと迷っています。eBay 輸出の良いところは何ですか？ eBay 輸出の一番いいところは、元手が小さなところからスタートすることもできるということです。まず eBay でよく売れている商品というのは、今では使われなくなった日本のものです。リサーチをしているとよくわかると思うのですが、こんなものがこんな値段でというような商品が売れていきます。他のビジネスを始めているとなると、元手資金が数百万円なければ始めることさえできないというビジネスも多く存在していますが、eBay の場合は不用品の販売から始めることもできます。輸出の事業をしたことがない方や、そもそもビジネスをしたことがなかったという方は、小さなところからスタートできるというのは魅力的ですよね。輸出、貿易と聞くと、とても壮大なイメージをされている方がたまにいらっしゃいますが、eBay の場合は少ない資金で小さなところからのスタートもできるということで、勇気を出して進めてみましょう。はい、2つ目。どんな商品が売れますか？ eBay 上では様々なカテゴリーがあります。例えばおもちゃ、ゲーム、トレーディングカード、スニーカー、カメラなど、本当に多くの商品を扱うことができて、売れているカテゴリーも様々あるので、どんな商品が売れているのか知らないという方は、まずはこちらの動画で eBay でのリサーチの方法について解説をしているので、ぜひ後ほどご確認ください。大きなキーワードでリサーチをしていて、よく出てくるカテゴリーの商品は、カメラ、ブランドバッグ、ポケモンカード、このあたりがとても多いですが、このカテゴリーを販売しなければいけないというわけではないです。別のカテゴリーでも利益を出していくことはできますので、まずは動画を見てリサーチをして、どんな商品が売れていて、ご自身も売ってみたいと思ったのかを考えてみてください。もし迷ってしまうという方は、私の公式 LINE からご相談いただければご回答させていただきます。3つ目、1日何時間くらい作業すれば稼げますか？人は誰でも24時間しかないので、1日のうちで確保できる時間というのは人それぞれですが、多いことがいいには越したことないですね。私は eBay 輸出を始めた当初は1日8時間以上 eBay に時間を費やしていました。ずっとパソコンは手放さないで、出品はもちろんですが、eBay の画面上で何かしらの作業をする時間はとにかく多かったですね。外注化をしてしまえば出品や梱包など手が離れるので時間を作ることができます。最初のうちは自分で作業しなければいけないことがあるので、ある程度は時間の確保が必要です。ただ最初から本業として eBay 輸出をするという方は本当に少なく、ほとんどの方が副業からされる方なので、
現実的に1日4時間くらいからスタートされる方が多いかなというところです。4つ目、発送会社はどこを使ったら安いですか？今から eBay をされるのであれば、e ロジシステムを使った FedEx で発送することをお勧めしています。国際郵便の EMS は値上げ後から大幅に料金が高くなりましたので、e ロジを使った FedEx とあまり値段は変わりありません。e ロジを使えば eBay のアカウントと紐づいているので、発送料金の見積もり、支払い、伝票の印刷、集荷、出荷完了までの一連の流れをシステム上で完結してきてとても便利です。送料も初期の頃に直接発送会社と契約するよりも断然安いので、この方法をお勧めしています。参考にしていただけたらと思います。5つ目、アカウント作成後に評価を貯めた方がいいですか？私の他の解説動画でもよくお伝えしているのですが、eBay のアカウント作成後にすぐに出品をするとアカウント停止になることがあります。これは eBay で正式に公表されているわけではないのですが、何らかの不審な行動が行われていると検知されてアカウントが止められてしまったり、何も悪いことをしていなかったとしても無差別なサスペンドとして止められてしまうということもあります。詐欺のアカウントではないということを証明するためにも、まずは購入をして評価を貯めてからスタートすることをお勧めしています。実際に評価を貯めずにスタートした方でアカウントが止まってしまったというお声を多々いただいていますが、30評価を貯めてからスタートした方に関しては、出品してアカウントが止まったという方は今のところ出会っていません。私の公式 LINE には日々ご相談の連絡があり、現状として数百名以上の統計的なことを考えても、まずは購入で30評価を貯めてからスタートした方が安全に運営することができます。こちらも参考にしていただけたらと思います。eBay に関するご質問のご回答はここまでとさせていただき、ここでスイスに行った時の話をしていきます。スイスと日本の時差は7時間なので、明け方が日本の昼頃になります。スイス滞在中は毎朝5時に起きて日本とのやり取りをしていました。これはたまたま息子に撮られた写真なのですが、これがリアルな eBay プレイヤーの様子です。多分朝の6時頃で朝ごはんの前にパソコンをしている様子ですね。写真を撮ると分かっていたらこんな格好はしていなかったと思うのですが、これが現実です。この時息子はママを呼ぶわけでもなく静かにしていました。もしかするとママはお仕事しているから邪魔したらかわいそうみたいなことを思いつつ、頑張っているママを写真撮影してくれた気がします。最近息子の口からeBayというワードがたまに出てくるのですが、その度に子供って本当に親を見ているなって感じました。そんな可愛い息子の日々の成長も私の原動力の一つです。この部屋は A&B で借りた家で、クイーンのフレディ・マーキュリーやチャールズ・ジャップリンが住んでいたモントルーというエリアに滞在しました。こんな感じで明け方に起きて最初に売り上げや問い合わせのチェックをします。寝て起きると外注ワーカーさんやコンサルの生徒さんからたくさんのメッセージが来ているので、その返信が主な私の仕事になっていっています。外注化をしていると自分で発送したり出品をしたりしなくてもいいので、私のように日本を離れたとしても業務を止めずにストア運営を続けることができます。外注化での梱包についてはこちらの動画がありますので、気になる方は後ほど見ていただけたらと思います。滞在中もコンサル生とのお電話やお電話相談も OK していました。こちらも日本にいる時とは変わらずにサポートをさせていただきました。そして一段落すると朝ごはんのクロワッサンを食べてレマン湖周辺に朝の散歩に行きました。はい、レマン湖に到着しました。めちゃくちゃ綺麗。スイスの自然はため息が出るほど綺麗で、野生の白鳥をよく見かけます。息子もこの場所をとても気に入ったみたいで、たくさん走り回って遊んで楽しそうでした。東京にいるといつもそれ触っちゃダメとかそっち行っちゃダメとついつい言ってしまう環境があるのですが、ここにいると自然と息子が行きたい方向についていって好きなように遊ぶことができる、そんな環境がここにはありました。昼間になると街の方に行きました。スイスに移住したい話をいろいろなところでしていると、スイスに住んでいる方との出会いがあり、日本にスイスから輸出をしたいという方にも出会いました。カフェでお話をしたのですが、これは待ち合わせ前の風景です。場所はローザンヌの中心部になります。
また、私の事業に興味を持ってくださる方にも出会うことができたので、少しずつ国際的なつながりを増やしていき、日本の事業拡大も引き続きしていけたらなと思っています。この場所では息子のアート活動もしました。制作することが好きな子なので、こういった活動の場も定期的に作ってあげたいなと思っています。これは色を使って白紙に自由にペイントができる場所です。最近は宇宙が好きなので紫を作ってあげました。こんなアートワークが完成しました。後日木枠に入れて壁に飾ってあげようと思っています。ちなみに去年もローザンヌの同じ場所で同じ活動をしたのですが、その作品は今部屋に飾っています。これは昼過ぎの散歩の様子です。スイスはボートも多いですね。こうして散歩をしながらぼーっとしたり、これからのことを考えたりしていました。今の私は目標地点は決まっているので、逆算して行動をしています。例えば、今の私であれば、目標地点はスイスに移住することなので、そこに向かって行動していき、足りないものやことがあれば、それを達成して目標に近づいていきます。これを逆算思考と言います。私はこの考え方を20歳前後の時に周りにいた人に教えてもらって、この考え方をして、今までそれぞれの目標を叶えてきました。この考え方をすることによって本当に目標を叶えることができていったので、もし叶えたい目標がある方は参考にしていただけたらと思います。滞在していたエリアの近くにはお城があったり、スイス軍が使っていた軍事的防備施設の博物館にも行きました。一般公開される前は実際に使われていたということでとてもリアルだけどモダンでワクワクする空間でした。スイスに住みたい理由はたくさんあるのですが、そのうちの一つが永世中立国でスイスの戦略がかっこいいなと思ったのもそのうちの一つです。そんなかっこいい国にはきっと男女問わずにかっこいい考え方の人がいるんじゃないかと。そして私自身もそこにも自立した人間に育ってほしいと思っています。なのでこういったスイス軍のことにもとても興味があります。またこのような他の博物館にも行ってみたいと思います。これはとある日の料理です。アンティチョークのオーブン焼きとマッシュポテト、ハムとサンタギュールというブルーチーズ、そしてスイスワインのロゼです。日本では料理をする日は少なめですが、ここではリアルな生活をしてみようと思い、スーパーに行って買い物に行き料理をしてみました。スーパーには材料が揃っているので、さらっとこういった料理を作ることができて、大好きなチーズは種類が豊富で、美味しいワインが身近にあるのはいいですよね。私はたくさんの人に自分の目標を宣言して、周りの方々が協力してくれて、なので目の前にこうした景色を見ることができています。周りの方々に助けられたからこそ、私自身も今周りにいらっしゃる方のサポートをできたらと思っています。私のように叶えたい目標があるやご相談がある方は概要欄にあります私の公式 LINE からご相談いただけたらと思います。今後もまた海外ユースに関する解説動画もアップしていきますので、チャンネル登録をしていただき、引き続き見ていただけましたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。